どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、再び太陽の神ニカです。太陽の神ニカとは、太古の昔、奴隷たちがいつか自分たちを救ってくれると信じた伝説の戦士で、人を笑わせ、苦悩から解放してくれる戦士だと言います。この太陽の神ニカは過去にルフィとのつながりを3度考えましたが、今回はその太陽の神ニカはどこにいたのか、どこで死んだのか、その正体とは何か、これを考えたいです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしこちらの動画は1028話までの内容を一部含みます。また、こうした非公式の考察を知ることによってワンピース本編を読む楽しみが損なわれると感じる方は、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まず考えたいのは、ワンピースにおいて神とは何か、こちらを考えましょう。いきなり結論を言えば、ワンピースの世界において神とは支えです。これは月の民シャンディアの酋長が言っていました。しかしワンピースには人々の支えとなる本物の神と偽物の神がいるようです。偽物の神とはもちろん、自称神天竜人です。天竜人は800年前、世界政府を設立する際に世界各地から集まった20の王族たち、つまりただの人間です。これは元天竜人ドンキーホーテホーミング星も言っていました。人間ですよ、昔から。天竜人とは自称神であり、偽りの神なのです。そしてさらにもう一人、偽りの神がいます。ゴッドエネルです。298話のエネル戦でルフィは、神だ神だとうるせえな、何一つ救わねえ神がどこにいるんだとエネルを蹴飛ばしていました。ルフィはその後、偽物の神エネルを倒したわけですが、この1話前、297話でコニスは、ねえスー、神様っているのかな、この国を守って神様と神に願い、そして絶望の空島を救ったのはルフィでした。つまりシンプルに考えるなら、本物の神とはルフィとなるかもしれません。ルフィこそが本物の神、太陽の神ニカかもしれない。この考えも今回は追求していきます。まずポイントは、コニスの神様っているのかなというセリフと、エネルの名台詞、我は雷、雷です。そしてゴムであるルフィ、この3つです。この3つの要素は99話でも登場していました。99話でルフィはバギーに拘束され、死刑台で首をはねられそうになりましたが、その時突然雷が落ちて、ゴムであるルフィは助かっています。そんな奇跡を見たサンジはゾロに、お前神を信じるかとコニスと同じセリフを言っていました。コニスは狐のスーにこのセリフを言っていましたが、サンジはゾロに尋ねています。ゾロとはスペイン語で狐という意味なので、これも繋がっています。つまり99話と297話で2度ルフィは神に祝福されていると描写されているのです。さらにこのコニスとサンジのセリフは1023話のマルコも同じセリフを言っていました。1023話でマルコは発火するルナーリア族のキングを見ながら白ひげのセリフを思い出していました。それは太古の昔、聖地マリージョアが建造される前、レッドラインの上には神の国が存在したという話です。これはおそらく偽物の神である天竜人と対比が可能ですから、白ひげが言う神の国とは本物の神の国なのでしょう。それでは本物の神とはどんなイメージなのでしょうか。これも偽物の神天竜人から読み解けるかもしれません。自称神である天竜人たちは D を神の天敵だと言い、 D に食われてしまうなどと、まるで D を悪魔のように扱っています。これは現実世界における大航海時代に領地を広げていく侵略者たちは、その土地の原住民の神を悪魔と認定して滅ぼしていました。つまり D とは悪魔ではなく、むしろ別の部族から見れば神だったのでしょう。 D とは太古の昔、原住民たちが信仰した神ならば、 D の一族とは神の一族となるかもしれません。 D とは何でしょうか。 D は白ひげ曰く、血縁を立てど受け継がれていく一族だと言っていましたが、そもそも白ひげは D や神の国の話を誰から聞いたのでしょうか。それはおそらくラフテルへ到達し、歴史の全てを知ったロジャーでしょう。ロジャーはここで白ひげに D について語っていますが、神の国の話もしたのでしょう。ここで D と神の国はつながるかもしれません。そしてこちらの動画では D とはドーン、夜明けの意味だとも考えましたから、それは夜明けの神、太陽の神ニカ、レッドラインの上にかつて存在した神の国とは夜明けの太陽、神の国 D の国なのでしょうか。これは聖地マリージョアがあるレッドラインの真下、深海に住む魚人たちの願いからもわかります。魚人たちの願いは太陽のもとへなのです。つまり魚人島の真上に昔いたのは太陽の神の国でしょうか。そんな夜明けの太陽、神の国を滅ぼしたのが天竜人なのでしょうか。元天竜人ロシナンテは D の意志、思想、目的はこの世界の
破壊なのかもしれないと言っており、その思想は神、天竜人に相反するものだとも言っていましたから、D の意志とは天竜人の圧政を打破して世界を自由にすることでいいでしょう。それは自由を求めるルフィそのものです。以上のことからレッドラインにかつて存在した神の国とは夜明けの太陽、神の国 D の国だと考えます。つまり1年半前から僕が考えてきたドクロの島の左目には太陽の国 D の国が存在したかもという考察は外れだったかもしれません。太陽の国はレッドラインの上にあったのです。しかしドクロの左目には秘密が何かあるはずです。それはこの動画の最後に考えますが、とにかくかつてレッドラインの上に存在した神の国にも、そしてドクロの島ジャヤの左目にも、どちらにもなぜか太陽の神ニカの存在を感じます。なぜなら明らかにドクロの島ジャヤと太陽の神ニカは関連性が高いからです。続いてはジャヤと太陽の神ニカを考えましょう。こちらの動画ではジャヤでキャンプファイヤーをしたルフィと太陽の神ニカのシルエットが重なると考えました。そしてジャヤでは太陽の神を信仰していました。さらにこのジャヤのモデルは数ヶ月前オルメカ文明ではないかとも考えました。オルメカ文明とは古代アメリカ文明で最も古く、その後古代アメリカではマヤ文明、ナスカ文明、アステカ文明、インカ帝国などが誕生しています。そしてオルメカとはゴムの人という意味です。意味深ですね。そしてこれら古代アメリカ文明に共通しているのは全て太陽信仰です。さらにいずれの文明も大航海時代スペインやヨーロッパの人々に滅ぼされています。この辺りの歴史がジャヤや天竜人のモチーフの一つではないでしょうか。つまり天竜人は自分たちが神になるために古い神を滅ぼしたと。これはこちらの動画でも考えました。月の民シャンディアたちも太陽の神を信仰していました。さらにオルメカ文明のゴムの人と呼ばれる石像はコミックス28巻の表紙に意味深に描かれています。そして太陽の神ニカのシルエットは明らかに古代の人の姿であり、関節がないその手足はまるでゴムの人です。となると太陽の神ニカは太古の昔ジャヤにいた。こうした太陽の神ニカについてのやり取りを海外の考察者バンゲアさんと Twitter の DM で議論していく中で、太陽の神ニカとはゴムの人であり、それは太古のジャヤにいたかもしれない決定的な証拠を教えてもらいました。太陽の神ニカがゴムの人でありジャヤにいた証拠、それは生贄の祭壇です。太陽の神を信仰していたジャヤの生贄の祭壇に刻まれた絵をよく見てください。この絵はギアホースバウンドマン。太古のジャヤにゴムの男がいた。つまりゴムゴムの実の前任者はニカ。そのゴムの男は後に太陽の神ニカになったのでしょうか。さらにギアホーススネークマンはまさに太陽の神ニカそのものです。ルフィはこの片栗戦でニカッと笑っていました。太陽の神ニカイコールゴムゴムの実だとすると、太陽の神ニカについていきなり語り出したフーズフーの話ともつながります。元 CP9 のフーズフーはゴムゴムの実を護送中にシャンクスに奪われ、その失態によって投獄され、太陽の神ニカの伝説を看守から聞いたといいます。しかしその看守は後に消されたそうなので、太陽の神ニカが天竜人たちにとって不都合な存在であることは間違いないでしょう。さらに CP9 がゴムゴムの実を護送していたということは、ゴムゴムの実も天竜人にとって不都合な存在なのでしょう。なぜならそれは奴隷を解放する戦士太陽の神ニカイコールゴムゴムの実だったから。ただしゴムゴムの実がどれだけ重要なのかは通常の海軍たちは知らないと。知っているのは天竜人直下の闇の組織 CP9 と CP0 だけなのでしょう。だからゴムのルフィを見ても海軍たちは何も思わない。つまりゴムゴムの実には太陽の神ニカが入っていた。だからこそシャンクスはゴムゴムの実を強奪した。そういうことでしょうか。ゴムゴムの実に太陽の神ニカが入っている可能性は、先ほどの生贄の祭壇がヒントなのかもしれません。アッパーヤードの生贄の祭壇ではメリー号の中に入っていたクラバウターマンがいました。つまり船に精霊クラバウターマンが宿っていたなら、ゴムゴムの実には太陽の神ニカが宿っているというヒントでしょうか。もしもそうであればいろいろと話がつながってきそうです。例えばイーストブルーの風車村にシャンクスは1年以上滞在していましたが、これは尊敬するロジャーの息子エースを探していたかもしれません。つまりエースにゴムゴムの実を食べさせたかったかもしれません。なぜならロジャーはワンピースを見つけるのは俺の息子だなと期待をしていました。しかしゴムゴムの実を食べたのはエースではなくルフィでした。つまり太陽の神ニカはルフィを選んだ。それこそがルフィの運命なのでしょうか。
アッパーヤードの生贄の祭壇にはそこだけ太陽の光が届いており、その祭壇に現れてメリー号を修復したクラバウターマンが登場したのは254話。タイトルは夜明けの曲と書いてオーバード。さらにルフィは277話で蛇の左目をニカッと開いてもいました。まとめましょう。太古の昔、聖地マリージョアの場所にあった神の国には太陽の神ニカがいたかもしれません。その太陽の神ニカをジャヤの月の民シャンディアたちは信仰しており、それは数々の描写から太陽の神ニカはゴムゴムの実を食べた戦士だったとも考えました。そんなシャンディアたちの神、太陽の神ニカは悪魔と呼ばれ、800年前天竜人に滅ぼされたかもしれません。それでは太陽の神ニカはどこで滅ぼされたのでしょうか。それはおそらくエニエスロビーでしょう。こちらの動画ではエニエスロビーのエニエスに D を加えるとデナイス、拒否となることから、エニエスロビーとは D を拒否した、D を殺した玄関になると考えました。さらにエニエスロビーの場所にはかつてドクロの島ジャヤがあり、ドクロの島の左目部分にいた太陽の神ニカは攻撃され、島には大穴が開き、大地はひび割れ、ドクロの島は現在のジャヤの位置まで流されたと過去に考えました。つまりエニエスロビーこそが太陽の神ニカが死んだ場所の可能性です。なぜならエニエスロビーは太陽が沈まない親島。太陽の神ニカの力のせいでニカが死んだ後でもエニエスロビーには夜が訪れない可能性。そして滅ぼされた太陽の神ニカの力の一部がゴムゴムの実に宿り、ルフィに受け継がれているかもしれません。以上です。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。